日のファッションにひねりをプラス、ひねりをプラス、ひねりをプラス。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日はキュンです。応挙さん前編をお送りします。初回から背景に置いてあるこの絵、丸山応挙の花鳥図といって、私が30年以上前に限定数で発売されたレプリカを購入したものなんです。背景には霞のように金泥が、手前には匂い立つように花々、小鳥のさえずりも聞こえてきそうで、私は見た瞬間、わあ綺麗と求めたのですが、今回この YouTube のために調べたところ、花の種類はボタン、海棠、芍薬、菊と分かりました。ほとんどすべての美術書でこの絵の解説にこう書かれています。応挙は30過ぎの若い頃、人の依頼で先春魚の花鳥図を模写した。その出来栄えがあまりにも良かったため、世間に名が広まるきっかけとなった。その後制作されたこの花鳥図は、その片鱗を伺わせる作品と言える。つまりこの絵は現存する最も近い応挙の出世作と言えそうです。そんなすごい絵だったんですね。知らなかったわ。応挙が応挙と名乗ったのは1766年の数え年34歳の頃。先春魚は中国の宋から元時代の絵師ですが、応挙の名には先春魚の絵に近づきたいという思いが込められていたとも言われます。この絵の本物は大英博物館所蔵、保存してくださったことに感謝ですね。応挙さん、どんな人だったかというと、1733年現京都府亀岡市の阿能村生まれ、10代で人形屋に奉公し、玩具に絵を描いていました。流派のルーツを持たず、すべて独学という人ですが、狩野派、中国絵画、大和絵、琳派、西洋画、あらゆるものを客観的に眺め、自分のものとしました。おもちゃに絵を描いていたので、子供と視線を共有し、また覗き眼鏡の絵も描いていたので、遠近法を学んだようです。どんな作品があるかお見せできる範囲でご紹介すると、まず虎。この水飲み虎図とほぼ同じものが琴平宮虎の間にあり、そちらではほぼ同じポーズをとる虎が左右で鏡のように配置されているそうです。続いて鶴。白黒のコントラストの強い単調鶴と足が赤茶系の色彩の穏やかな真鶴。面白いですね。右に9羽、左に8羽、一つとして同じ姿がありません。鶴が固まっている部分と空間の余白が見事です。お次はクジャク。羽を開いているクジャク図は応挙さんには珍しいですね。極めて写生的な質感表現、華麗な色彩で青と緑の光沢あるグラデーション、小花とのコントラストが綺麗です。ここに花を置こうと思う応挙さんなんですね。宮内庁にあるボタンクジャク図が特にそうなんですが、クジャクは毒虫や毒蛇などを好んで食べる肉食なので、表情は驚くほど鋭く厳しいです。今度は藤井。尾形光琳の柿椿図屏風でも有名な根津美術館にある桃花図屏風。藤はつる性の植物で他の樹木に巻きついて成長しますが、一切描かないところがすごいですね。空間感覚的気分を描いているそうです。
金地は透明な大気を表現。一枚の花弁に青、白、紫を使い、その筆色も魅力的。一方枝は輪郭線を用いず、筆の勢いのみで描かれています。最後は滝。青々と楓がすがすがしいですね。見上げた楓から正面の滝、見下ろす波と視線を移すと、この3つの視点で時間の経過を表しているそうです。二次元の世界に時間ってすごいですね。広重の肉筆がニューオータニ美術館像利根川筑波図に描かれている鯉も応挙の鯉にそっくりってご存知ですか？大乗寺にある応挙の龍門理魚図がそれで、広重も丸山四条派などを学んでいたんですね。学ぶの語源は真似るとも言いますね。応挙さんキュンの続き、次回は子犬のことなどお話しします。子犬ってそれまで日本の絵画にほとんど登場しなかったんです。今日の付録紹介、何だと思われます？うなぎ？ドジョウ？それとも黒帯？実はベルト分が41センチ、超ロングな腕時計です。昨日6月10日は日本では時の記念日でしたので、付け方はベルトを二重で巻くんです。ベルト素材は合皮ですが、しなやかでくるくると手首に沿わせることができます。こちら素敵なあの人2021年12月号の付録で、ハリス・グレースのロゴが上品、二重巻きでおしゃれ度アップ。ベルトの穴が9つあるので自分好みにフィットします。あえて緩くすればアクセサリー感が増しますね。上品シックな黒×シルバー、ビジネスシーンや改まった場所でも OK なのに大人っぽく個性的な印象です。日常生活用防水付き、電池はボタン型だそうです。毎日のファッションにひねりをプラス、アクセサリー感覚でつけられる腕時計でした。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくね。ではでは、またね。